どうもこんにちは、ひげこいです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はカール・ザイスのレンズ紹介をしようと思うのですが、C ゾナー T スター 50mmF1.5ZM というレンズのレビューをしたいと思います。以前 XT4 で使っているマニュアルフォーカスのレンズ2本っていう動画をアップしたことがあるんですけど、その時にはこのレンズとミノルタのレンズを紹介しているんですが、今回はこのカール・ザイスのゾナー単体のレビューをしていきたいと思います。このレンズは富士フイルム XT4 につけて使っているので、フルサイズ用のレンズを APS-C で使っていることになるんですけど、まあ軽い気持ちでもしよかったら見ていただけると嬉しいです。カール・ザイスはドイツの会社ですが、このレンズを作っているのは日本のコシナという会社です。価格は新品10万円弱で、中古で7万円から8万円ぐらいで購入することができます。僕は中古で購入をしました。ライカ M マウント対応の現行レンズなので少しお値段は張るんですが、写りやレンズ自体の質感や持った時の重厚感を考えると納得がいくレンズかなと思います。今回の動画ではスペックや使用感、ちょっと使いにくいポイント、この辺りのお話に作例を交えつつ紹介していきたいと思います。それではぜひ最後までご覧になってください。まず最初にこのレンズの良いところとちょっと微妙だなと感じているところについてお伝えします。いいところは癖になる描写っていうことが一つと、もう一つはこんな感じでコンパクトなのに重厚感があるかっこいいレンズということです。使いにくさを感じるところは最短撮影距離が90センチということと、フォーカスシフトっていうのが使いにくいポイントだと感じています。まず何といってもこのレンズの見た目ですが、めちゃめちゃかっこいいんですよね。カール・ザイスとか北斗レンダーとかこの辺のレンズはとにかく見た目のこだわりが強いと思います。ほんのりクラシカルな見た目に金属製素材を使った外観には、開封した瞬間にはかなりテンションが上がりました。富士フイルムのレンズは僕的にはかなりかっこいいなと思っているんですが、やっぱりこの質感、重厚感、金属の感じとかは持っていてテンションが上がるなといつも思っています。そしてこのレンズゾナーっていうレンズなんですが、名前に C ゾナーっていう風に C がついているんですが、この C はコンパクトさの C とクラシカルな C という両方の意味を持っているそうです。レンズが重くて前のめりになってしまうこともありますが、でもそれでもかなり見た目はいいと思っているのでお気に入りのレンズです。昔は XE1 とか E2 にノクトンクラシックス 40mmF1.4 をつけていたんですが、やっぱりこんな感じのちょっと小さめのM マウントレンズは富士で言えば XE シリーズや X プロシリーズのような、レンジファインダースタイルのようなちょっとコンパクトなタイプの方が似合うかなと個人的には思うんですけど、このフォクトレンダーのレンズとかカール・ザイスのレンズっていうのは XT4 とかでもやっぱ全然かっこいいことはかっこいいので、この辺のレンズは富士と結構僕的には見た目の相性はいいかなと感じています。次はフォーカスについてですが、 ZM マウント M マウントレンズなんで、もちろんオートフォーカスはなくてマニュアルフォーカスのみで撮影するレンズですね。なのでフォーカスリングの滑らかさは結構こだわられているように感じます。すごく使いやすいですね。硬すぎることもありませんし、オートフォーカスのこういうレンズのようにスルスルっと、緩すぎる感じもなく、すごく扱いやすいフォーカスリングだと思います。 M マウントレンズによくあるこのつまみみたいなやつが、これが小さいんですよね。だからこれが小さいことでこれが使いにくいなって感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はこれが大きいタイプ、二股みたいな感じになってるタイプが結構苦手なので、これぐらいの小さいつまみの方が好きかなと思っています。マウントアダプターは LMFX と検索をかければ M マウントから X マウントに変換するタイプのものが結構たくさん出てきます。僕が今持っているマウントアダプターはキポンの5000円ぐらいのものなんですが、全くガタつきもないですし、無限円も出ますので問題なく使えています。これまで健康、焦点、キポンと使ってきましたが、ヘリコイドが必要かどうかっていうぐらいの違いしかないので、そこまで気にして選ぶ必要もないかなと思います。意外と安くてもガタつきとかもないんで全然使えると思いますね。で、焦点は見た目に高級感もあってかっこよかったですし、ヘリコイドもついているんですけど、価格が2万円ちょっとっていう感じなので、これぐらいの5000円ぐらいのマウントアダプターよりはもう断然高いんですよね。でもやっぱり質感とかは結構良かったんですよね。次はざっくりスペック紹介をしていきたいと思うんですが、焦点距離は 50mm で、絞りは開放 F1.5 の大口径レンズです。レンズ構成は4群6枚のゾナータイプで、現行レンズでゾナーとつくタイプもあるにはあるんですけど、その中で一番本家に近い作りのゾナーと言われているそうです。僕はそんなに詳しくないんですけど、調べた感じはそういう意見が多かったです。昔のゾナーを手に取ったことはないんですが、本家は1930年頃に作られたゾナー 5cm F1.5 っていうレンズで、ヤフオクで相場を見てきたんですが、結構昔のレンズなのでカビとか曇りとかそういうものがあるんですけど、それでも9万円ぐらいしそうな感じです。今はちょっと手が出ないんですけど、ゾナー自体僕気に入って今紹介してるんで気になるレンズだなと感じました。
レンズ構成はゾナーでもコーティングなどの違いから色周差の補正やフレアやゴーストの耐性は上がっていて、解像度の高い写りをしてくれる現代的なレンズっていう風に言えます。なのでそのコーティングの差からだと思うんですけど、オールドゾナーとはやっぱり構成とかは同じでも全然違う別物っていう風に思われる方も多いそうです。1930年代と現行レンズなんでそれはもちろん違うと思うんですけど、そういう違いは写りの部分ではしっかり感じられるそうです。現行のこちらのゾナーとオールドレンズのゾナーのことをセットで調べていろんな記事を読んでいると、使いにくさを感じるポイントっていうのも結構あるんですけど、ファンが多いレンズなんですけど、なんとなくすごく魅力があるレンズだなと感じて手放したくないっていう気持ちがすごく強くなりました。そして記事を書いている方、そういうこのゾナーの記事を書いている方の熱量のある文章がすごい自分の中にすごい入ってきて、ゾナーにもすごくストーリー性を感じて、なんていうか主役になれるレンズなんだなというふうに思いました。で次は描写についてなんですが、さすが現行のレンズなんでやっぱりすごく写りはいいかなと思います。レンズの写りについての説明はサイトを見てみたんですが、絞り開放では柔らかく自然で大きい美しいボケ味を持ち、絞れば画面全体におけるコントラスト解像力が向上した先鋭度の高い描写が得られるレンズっていうことみたいなんですよね。ざっくり読み上げるとこんな感じです。でなんとなく書かれていることは実際に、実感もするんですけど、確かに撮っていても開放ではシャープというよりかは、丸みを帯びた輪郭という印象を受けますし、そしてコントラストも高めで色のりのいいレンズだなと感じるんですけど、そこまでいろんなことを感じながら撮っているはずもなく、描写とか写りとかに対する感情としてはシンプルにめっちゃいいレンズだなって思うことが多いですね。子供を撮っていてすごい浮き上がったり、する反面ピント合ってないなとかピント面薄いなとか思うこともあるんですけど、他のレンズとはちょっと違うなとか結構思うようなレンズだなと感じています。あとは鮮明さですね。鮮明さ、開放から少し絞るとキリッとするとはよく言うんですけど、ゾナーはまさにそんな感じの言葉が当てはまるレンズだなと感じます。開放ではピント面が合っている部分も丸みを帯びているような、線がちょっと柔らかいような描写だと例えられることが多いんですけど、実際に僕もそんな気がしています。個人的な話なんですけど、富士フイルムの X100F の写りに若干その辺の開放ではふわっとしたオールド感のある写りみたいなことをよく言われるところが似ているような、例えとしては全然違うと思うんですけど、ジャンルとしては結構近いものを感じるような印象を受けます。こんなことを言ったらゾナーファンの人にも X100F のファンの人にも怒られるかもしれないんですけど、ちょっと自分の好みとしては好きなジャンルかなっていうふうに思います。で最初は開放バンバンで撮っていたんですが、最近は結構 F2.8 ぐらいで絞って撮ったり、昼間は 5.6 とか8まで絞って撮っています。で理由は被写体が子供なのでちょっと動いたらピントがずれるっていうことが一つと、そもそも F1.5 でピーキングをつけていても正直見えないぐらい、その赤い線が出るんですけど、それが見えないぐらい薄いんですよね。 F5.6 でも背景はしっかりボケてくれますし、 F1.5 で撮った時よりもピントを外すことも少ないですし、そういう理由があって、写りもしっかりしてるんで F5.6 とか8とかその辺で撮ることが増えました。ただ僕としては結構ピントを外した時の描写も好きだったりするんですけどね。ピント結構外しまくってるんですけど、それでも結構いい写りをするなっていう風に感じることが多いレンズです。でもなんとなくですけど、ちょっとピントを外したぐらいの写真でも結構愛せるんですよねっていう感じの魅力があるレンズです。次はレンズのコーティングについても軽く触れようと思うんですが、専門的な知識になるのであんまり適当なことも言えないので軽くお伝えしようと思います。でレンズに T アスタリスクみたいな感じで書いていると思うんですけど、これが読み方は T スターでいう風に読みます。ざっくりお伝えすると、レンズに入る光の乱反射を少なくして透過率を上げて色のりを良くするっていうコーティングが施されているんですよね。このコーティングがされていることによってすごく解像感が高くなり、コントラストも上がる、そして色もおかしくならないっていうことだと思います。でこのコーティングのおかげでオールドレンズのようにゴーストやフレアなどがバンバン出るっていうこともなく、すごく安定感のある写りをしてくれるんですけど、夕方に逆光で撮った時は少しだけゴーストも出ました。もうちょっと光の角度を気にしたりフードを使った方がいいのかもしれないんですけど、個人的にはコントラストが高く解像力が高いっていうことと、逆光で撮るとふわっとした写りも楽しめるっていう二面性を持っているっていうのはかなり魅力を感じますし、すごく楽しいレンズだなと思います。
で、最後ですが、ここまでベタ褒めをしてきたんですが、使いにくさを感じるポイントが2つあるので、最後にサクッと紹介したいと思います。このレンズなんですけど、フォーカスシフトというものがあるんですけど、いろんなところを見てみて、よく言われていたのが、絞りを変更するとピントが前ピンになったり、絞っていくとピントが後ろになっていったりすると、そういう風に書かれていたりはしたんですけど、そんな単純な話じゃないとか、フォーカスシフトっていう特徴は、こういう富士のオートフォーカスのレンズとか、よく書かれていたのがニコンのレンズとか、そういうレンズでもよくあることっていう風に書かれてはいたんですけど、一応僕が調べてる中で見つけたブログで、ピント位置がおかしいなと思って修理に出された方がいらっしゃったんですよね。その方がメーカーの方に言われたお返事では、このレンズは開放で前ピン寄りになっており、絞っていくにつれてピントが後ろ側に行くっていう癖を持っているっていう風に書かれてあったそうなんですよね。だからいろんな情報があったり、いろんなテストをして開放で撮ったらピントが前に2センチずれたとか、どんどん絞っていくと後ろに2センチずれたとか、そういうテストをされている方もいらっしゃったんですけど、メーカーさんの見解としてはこの通りで、このレンズは開放で前ピンになる、絞っていくとピントが後ろに行くっていう、こういうシンプルな回答が得られているそうなんですよね。だから自分としてはそこまで、使いにくさを感じているまではいかないんですけど、注意をしないといけないポイントかなとは思います。2つ目は最短撮影距離ですね。M マウントレンズって大体最短撮影距離が長いイメージがあるんですけど、このレンズは遠いですね。ゾナーの場合は最短撮影距離が 0.9 メートル、90センチ離れないといけないので、今まで僕が最短撮影距離で長いなと感じていたのが70センチぐらいだったかなと思うので、このゾナーはもう今まででナンバーワンかな。なのでこの辺は少し離れないといけないっていうことは結構撮りにくさを感じるポイントですね。子供を撮ることが多いんで、あんまり寄れないっていうのもちょっともったいないかなと思います。一応焦点のヘリコイド付きマウントアダプターで、簡易的にクローズアップできるようにはなっているんですけど、価格もそれなりに高いので個人的にはそこまで重要視するほどのものではありませんでした。子供を撮るとかそういうタイプの人よりもテーブルフォト、物撮りとかでこのレンズを使いたいって思っている方は必要かなと思います。一時期焦点のアダプターを使っていた時期もあるんですけど、なくても困ることはないかなと思って今はキポンを使っています。でもやっぱちょっと欲しいですね。という感じでゾナーの魅力や特徴をお話ししてきましたが、少しでもこの動画を見ていいレンズなんだろうなと思っていただけたら嬉しいです。M マウント互換のレンズを富士で何度か使ってきているんですが、最短撮影距離の長さとかも結構ネックで、半年ぐらいで売っちゃっているものが結構多いんですよね。正直売ろうと思ったこともあるんですけど、写りがすごいいいんですよね。やっぱこれは撮ってみないと分かんないことではあるんですけど、他と比べてもなんか違うなっていうのはウェブとかで見ても分かりにくいポイントではあるんですけど、すごい色がすごいしっかりしてるし、いいんですよね。このレンズは使いにくいですし、おすすめしたいっていうわけでもないんですが、おすすめしたいっちゃしたいんですけど、おすすめしにくいレンズではあるんですけど、やっぱり売らないと決めたので、しっかり魅力をお伝えできればなと思って今日は動画を回してみました。それではこんな感じで今回は終わろうと思いますが、今後も富士フイルムの商品紹介やいろんなレンズレビュー、フィルムカメラの紹介をメインにチャンネル運営をしていきたいと思っていますので、もし興味があると思った方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そして今回の動画がもし良かったと思ったら高評価ボタンもぜひ押していただけると嬉しいです。それでは今回のゾナーの動画を終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。